Baby it's you 無限へと散らばれ始まりの愛西へ生かして 세계 널 무너뜨리고 소리치면 돼 내게 no more drama Got me starting in my house in my Valencia 見つけたよ心が Yes I like my home my home Yuta at home 僕の部屋にお帰り NCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕のお部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます。さて9月9日公開ハイ&ローザワーストクロス。はい、めちゃくちゃまあもうずっと言ってる通りね、もうアクションもあり、男の友情もあり、まあちょっと泥臭い映画なんですけど、すごいねこう共演者もそうですけど、みんなと一丸となって作った映画なので、皆さんぜひ劇場で見ていただけたらなと思います。それでは今週の1曲目をお届けしましょう。 NCT127 でロードトリップ。 떠나버린 모든 순간 나의 곁으로 Yuta at home. This program is brought to you by Disney Plus. NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さんへのお知らせです。この時間は期間限定で僕ユータがディズニープラスで配信されているいろいろな作品の見どころをお伝えしていきます。今週紹介するのはマーベルスタジオ作品の短編集アイアムグルートです。グルートはガーディアンズ・オブ・ギャラクシーに登場する植物のヒューマノイドのキャラクター。敵に倒されても体の一部が残っていれば全身を再生できるという能力があって、そこから生まれてきた小さなグルートがアイアムグルートの主人公ベイビーグルートです。 MCU シリーズ初の短編シリーズで3分くらいで1話になっています。ダダをこねたりいたずらしたり、決してお行儀は良くないのですが、とにかく可愛いので許してしまいます。グルートの親代わりで宇宙アライグマのロケットなども登場します。見ていると画面の中でベイビーグルートを育てているような気分になりますよ。グルートは喋れるセリフが僕はグルートだけなんですが、きっと皆さんもこのセリフが癖になるはずです。それでは引き続き NCT127 ユータのユータアットホームをお聴きください。 NCT127 ユータのユータアットホーム。 NCT127 ユータのユータアットホーム。先月お送りしたユータの持ち込み企画ユータ怪談覚えてますか皆さん。リスナーの皆さんが体験した怖い話、説明のつかない不思議な話などを紹介したんですが、たくさんの反響をいただきました。ありがとうございます。やっぱり言ってみるもんですね。怖かったみんな。俺の読み方怖かった。あとなんかさっき聞いたんですけど、ギャーっていうボタンの押しどころがなんかちょっと違ってて面白かったみたいな話は聞いたんですけど、それ面白い話になってるやんみたいな。まあそんなことはさておいて、放送では紹介しきれないほど、投稿をいただいていたんですが、実はですね、またこれね、やっぱ類は友を呼ぶか、やっぱね、ゆうたみお笑いのセンスがあるということでですね、怖い話を送ってたのになんか違った意味での怖い話がねたくさん届いていたそうで、さすがにこれは紹介せざるを得ないでしょみたいな感じになっちゃって、今日はゆうた怪談番外編ということでクスッと笑える怖いお話をお送りしようと思います。さすがですね、一癖加えてくれみたいなね。今回怖くないのでキャーボタンはありませんが、行ってみましょう。じゃあラジオネームビタミンさん、私の怖い話を聞いてください。先日スマホを片手にテレビを見ていて喉が渇いていたので、一旦スマホをテーブルに置き、キッチンに飲み物を取りに行きました。そして飲み物を持って戻って、またスマホを手に持ちテレビを見ていたのですが、チャンネルを変えようと思ったらリモコンが見当たらないのです。あれと思って近くにいた息子にリモコン知らないと聞いたら、手に持ってるじゃんと怖っと息子に言われました。ほぼ毎日のようにこんな恐怖が繰り返されています。そんなお年頃ですが、ゆうたくん大好きです。これあるあるやんな言うて。俺もよくあるわこれ。誰かのせいにしちゃうんよな。で手持ってるやん言うて。怖いみたいな。こういう感じの番外編なのでどんどん行こうと思います。
ラジオネーム私のスキッパに爪楊枝挟まんとってさ、癖がすごい。ゆうたくんただいま、おかえり。これは私の家で実際に起きた怖い話です。うちの母は庭いじりが好きで花や野菜を育てているのですが、ある日母の好きな花の種が自然にどこからかやってきてうちの庭に芽を出したというのです。すごい。母は自分の好きな花が自然とうちにやってきてくれた、これは運命だとはしゃぎ、植木鉢に入れ替えて一番目立つところに飾って丁寧にお世話をしていました。かわいいお母さんだ。そして数週間後、大事に育ててきた一輪の花がようやく咲いたのですが、その花を見て母が一言、これ雑草やん。ゆうたくん怖すぎませんか？私の家は数週間雑草を家の一番目立つところに飾っていました。いや、素敵な話じゃんこれ。怖い話なんでもないで、脇役が主役になるっていう最高の逆転ストーリーやんこれ。めちゃくちゃいい話やん。感動したわ。ということで次行きたいと思います。ラジオネームメイさん。ゆうたくんただいま。私の怖い話を聞いてください。職場で商品のチェックをしていると、使用期限が切れていたため、私は倉庫に新しいものを取りに行くことにしました。ところが倉庫の在庫を切らしていたため、仕方なく未開封のものがないかもう一度確認することにしました。そこでふと棚が目に入りました。なんとなく気になってチェックすることにしたのです。小さな箱が3つ積み重なっていたため、一番上の箱を溶かしてみると、その下の箱に何か見えました。私は慌てて同僚を呼びました。開封済みの商品の箱になぜか G さんが仰向けになって昇天していたのです。袋に入れてすぐ捨てましたが、ゾッとしました。まさに虫のお知らせです。これは普通に怖い話な感じしますけどね。ゾッとする話ね。ラストいきます。ラジオネーム Like a Butterfly さん。ゆうたくんただいま、おかえり。イリチルのコンテンツでスティッカーのレコーディングのビハインドを見ながら、ウリチル歌うますぎてさすがだなと思ってました。ゆうたくんが歌う番になると黒いシャツを裏表逆に着ているゆうたくんがいました。これこそ本当にあった怖い話ではないでしょうか。やかましいわ。覚えていなかったらぜひ YouTube で見返してください。覚えてるよ。覚えてますよこれ。いやてか覚えてるっていうか、めっちゃなんか裏表ですよねみたいな。俺もゾッとしたもんこれ見て、こいつまた裏表来てるわ思って、それもゾッとしたんやけど、一つ言わせてほしいのは、この時は確かに裏返ってたけど、最近ってさ、ファッションでさ、タグがさ、なんていうの、ほんまは見えへんようになってるタグが、外に出てるパターンとかあるのよ最近は。で俺そういう服も結構持ってるから、それは俺ファッションでやってるやつやからさそもそも裏表に来た俺が悪いんやけど、だからどっちかなっていう、今日はどっちかなっていうのもちょっと見といてな、みんなこれからも。これはちょっとそういう話ですな。ということでゆうた怪談番外編いかがだったでしょうか。せっかくなので一番怖い話を送ってくれた、どうしようかなこれ。私のスキッパに爪楊枝挟まんとってさん、いいねこれ。なんかめちゃくちゃいい話だわ。素敵な話これは。雑草がだって一番真ん中であれでしょ、輝いてたんでしょ。ということで私のスキッパに爪楊枝挟まんといてさんに、番組の、ステッカーをプレゼントしようと思います。それではここで一曲をお送りしようと思います。カリードで、バックシート。NCT127 ゆうたのゆうたアットホームをお送りしたのはカリードでバックシートでした。皆さんからのメッセージを、ここで紹介しようと思います。ラジオネームあこまりさん。ゆうたくんただいま。先日起こった奇跡をどうしてもお知らせしたくて、生まれて初めてラジオにメッセージを送ります。数日前、仕事で大きなミスをしてしまい、先方に謝罪に行くことになりました。車で向かっている最中、やっぱり怖いな、行くのやめたいな、逃げてしまいたいなという後ろ向きな気持ちになっていました。心を落ち着けるために何気なくつけたラジオから聞き慣れたらオープニングがなんとゆうたくんのゆうたアットホームが始まったのでした。すげえ。普段は違うチャンネルで聞いていたので、まさかこのタイミングでゆうたくんの声が聞けるなんてびっくりでした。さすがうりゆうた、ついに私にも奇跡を起こしてくれた。そこからは大好きなゆうたくんの優しい声とお話を聞きながらスーッと落ち着いた気持ちになりました。しかも到着前に流れ始めた NCT127 のノンストップに背中をドンと押してもらいました。
おかげさまでちゃんと謝罪の気持ちを素直にお伝えすることができました。ゆうたくんありがとう。今回のこの奇跡は一生忘れられない出来事かもしれませんという、温かいメッセージいただきました。いいですね。こういう奇跡がやっぱラジオ続けていくと多分なんて言うんだろうね、僕の知らないところで起きてくれると思うので、これからもねラジオでみんなに面白いこと、くだらないことを、時にはね感動する話だったり、自分のノウハウだったりっていうのをこのラジオでね伝えていって、なおかつみんながね頑張ってくれたり笑ってくれたり、したら僕はねこのラジオを続けている意味があると思うので、そういう奇跡を信じてね、これからもこのラジオを続けていけるとこまで続けていこうと思うので、皆さんね、このユータアットホームたくさん聞いてほしいなと思います。これも奇跡このいい話してる時にガラガラになるっていうね。ラジオネーム甘やさん、初めてメッセージを送ります。もともと NCT の楽曲が好きでよく聴いていたのですが、シズニーの友人に名古屋ドームでのコンサートに連れて行ってもらい、実物のユダ君を目で見て耳で聴いて圧倒され、本格的にシズニーになりました。先日のペンミにも行き、とても楽しかったです。実はその数日前に誕生日を迎え26歳になったのですが、年を重ねるにつれて挑戦することが少なくなってきているなと実感します。ゆうたくんは最近挑戦したということはありますか？歌手としてのゆうたくんから入ったので、俳優やモデルなど以外にもやりたいことに挑戦するゆうたくんを同じ世代としても尊敬しています。いつもゆうたくんの味方です。バンバン新しい一面を見せてください。これ先週もあったよね、なんかね、挑戦してることを。今回のね、カムバックのこともそうなんですけど、何かなって考えてみたんだけど、そうね、でも最近、まだ見せれてないんだけど、やっぱ、ちょっと強いサウンドの曲が好きだから、最近はだからずっと、そういう曲に対応できるような声の出し方だったり、それこそね、シャウトだったり、ちょっとノイズの入った声っていうのを実践で使えるように、そうね、毎日やってるっていう挑戦はあるかな。やっぱね、チームにいると結局いいチームって俺思ったんだけど、一つのまとまりがあるチームっていうよりかは、一人一人さ、いろんな方向性とかさ、いろんな色を持ってるチームってすごい素敵だなって最近思うようになったんよ。前から思ってたけど、でもその中でやっぱ俺の好きな音楽ってメンバーがあんまり聴かないというか、あんまりそっち系に興味がない音楽をよく聴くから、それって逆にもしこういう曲をこういう感じで歌えたらすげえ、俺としてもそうだけど、そのチームでいる時としてもすごい武器になるんだろうなっていう、考えで最近はやってますね。なかなか難しいですけど、これは使えるようになるまで練習していきたいなっていう感じで、挑戦というか、面白いんでね、楽しんでやってますけど、それも挑戦っちゃ挑戦なのかな。な感じですかね、最近は。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームまいさん、ゆうたくんただいま。私は現在大学4年生でダンスをしています。いつもゆうたくんのダンスを見て思うのが、ダンスの表現力や表情がとてもすごくて尊敬しています。私自身あまり表現力がないのが悩みです。ゆうたくんが踊るダンスのジャンルとはかなり違うジャンルなのですが、ゆうたくんのように表現力をつけるにはどのようにすべきだと思いますか？もしよろしければ教えていただきたいです。これからもゆうたくんの笑顔を見れることを願っています。そうですな。表現力か。でも、さっきの、自分の興味のあるジャンルを一つ徹底して、見てみるっていうのはすごいいいことなんじゃないかなと思ってて、それこそ、今回ね、演技しても思ったんだけど、人間ってやっぱり新しい表現とかをするときに絶対に、もちろんね、インプットしてアウトプットするっていうのはすごくいいことだし、基本的なことだと思うんだけど、じゃなくてもともとなんか知んないけど染みついてるものとかあるじゃん。なんか俺この格好してるとき俺っぽいなとか、なんかそのちょっとしてさ残ってるものって絶対あると思うのよね。例えば、表現するときも舞ちゃんの中にも絶対あると思うんだよね。なんかこういうことしてるとき私っぽいなみたいなのがちょっとでもあったら、そのちょっとの部分をなんか広げてみるっていうのはすごいいいことだと思うけどね。結局インプットしてアウトプットするってことはすごく大事なんだけど、自分の元から持ってる自分がこれ一番かっこいいって言ってるところから広げていった時のその完成度のクオリティの高さっていうのはすごいあると思ってて、だから
表現力っていうのは何しても俺はいいと思ってるから、この曲だからこうした方がいいとかっていうのはもちろんあるけど、そこはまあ帳尻だよね。だからこの自分の持っているところとその曲にアプローチしてその一個の作品を作っていくっていうのはあるんだけど、表現力何していいか分かんないっていう子はとりあえず自分の中に眠ってるこのなんて言うんだろう、自分でしか分かんないかっこよさみたいなあると思うんだけど、そっからちょっとずつ広げていくっていうのは俺めちゃくちゃいいことだと思うね。ということで舞ちゃん頑張ってください。ということでメッセージありがとうございました。続いての曲は NCT127 でフェイバリットヴァンパイア。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。ゆうた at home。 今週の NCT127 ゆうたのゆうたアットホームいかがだったでしょうか。最後にこの方のメッセージを紹介しましょう。ラジオネームコタケン NCT さん、ゆうたくんただいまお帰り。突然ですが質問です。ゆうたくんが日本に帰国するたびにめっちゃ天気が良くて、それは俺も思ってたよ。ゆうたペンの間では昨日まで土砂降りだったのに天気いいと思ったらゆうたくんが帰ってきたんかとか、空気が美味しいと思ったら東京にゆうたくん来てたとか、毎回ツイッターで話題になってるのは知ってますか。ゆうたくんは自分は晴れ男って、俺ね、晴れ男っていう自覚は独りよがりかなと思ってたんだけど、今回俺ちょくちょく最近行くやん。その時に俺が行った時晴れて帰ったり雨とかあったやん。これ日本も喜んでるなみたいな、なんかよくマネージャーさんとかにも俺ふざけて日本喜んどんなみたいな話するんですけど、これあながち間違ってないんちゃうかって最近思ってます。はい。だから本当にあながちコタケン NCT さんのねこの質問は間違ってないと思いますね。俺も最近思ってました。はい。ということで皆さんの声をこれからも僕にどんどん聞かせてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。Twitter のハッシュタグは英語でゆうたアットホームです。それではお別れの時間となりました。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム DJ は NCT127 のゆうたでした。次回も僕の部屋に遊びに来てください。それでは皆さんバイバイ。같이 인정해서는 너무 관심 서둘러 숨겨봐도 탈로 날까 proof 거짓 변명 따윈 던져 to the roof I'm sipping all day 너넨 다 주장해 그저 내 눈에 lemonade tastes like lemonade 위저 얼른 hurricane. This program was brought to you by Disney Plus. 안 들려 네 목소리는 noise Tastes like lemonade 전이 터지 every day 삼켜버릴 got me feeling good 달려갈 like 소금차 무대를 터뜨려 like cherry bomb 퇴근하자 나의 regular You can catch me cause I don't wait Hold up 듣고 싶겠지 like me 절로 되겠지 like me